このブレーキなんか変。ちょっと似てて草。はい、先日挙げたブレーキの歴史の番外編として、今回は全体の歴史で触れるほどじゃないけど面白いブレーキをいくつか紹介します。前の動画ジャシティサイクル向けのブレーキは除外してたけど、今回はそういうの気にしないで目についたものは何でも取り上げます。本当はもっと後に作ろうかと思ってたけど、コメントで教えてもらったやつも早めに紹介したかったから即作りました。まず1つ目は油圧リムブレーキ。ほとんどマグラしかやっていない。マグラあんまり知らない人に補足しておくと、ドイツの油圧ブレーキに強いメーカーで、オートバイでも自転車でも一流だよ。決して極物メーカーではない。マグラの油圧リムブレーキは1987年に発売されて、主にトライアルバイクで使われたらしい。取り付けベースは感知ブレーキと同じ、つまり V ブレーキと同じ。ディスクブレーキの台頭まではかなり愛されてたみたいだけど、さすがに今のトライアルバイクはディスクブレーキみたい。マウンテンバイクやクロスバイクにもつくはずだから、これ街乗りバイクにつければ目立つこと間違いなし。さすがに今ではディスコンと思ったらいいバイク向けとして今も売ってた。なんか意外と常識的な値段だから割とマジでありでは。で、変なブレーキと言いつつ、このブレーキ割と有名だよね。他にも油圧リムブレーキはいくつかあって、それらはもっとマイナー。まずはこれ。何これ？シマノの油圧リムブレーキだよ。しかも前後連動。1969年発売らしい。どれくらい売れたかはわかんない。リザーブタンクがないように見えるけど。まあなくても動くし。もう一つおまけにロードバイクにも使える油圧リムブレーキ。これはまた珍妙な。これもマグラで、基本 TT バイクで専用のレバーを使うものらしいけど、専用のコンバーターを使うことでワイヤー引きのレバーでも使えたみたい。詳しい構造はよくわかんないけど、この角の中にピストンが縦に入っていて、くさび状の部品を押し出してアームを動かすみたい。これはさすがにディスコンで、リアルじゃ一度も見たことありません。もうちょっとメジャーどころとして、スラムのレッドのブレーキ。こんなのあったっけ？ 2013年頃に一瞬あったよ。この時油圧ディスクブレーキと機械式リムブレーキの3種類の併売だったから、油圧リムを選ぶ人はなかなかの変態ではと思います。次は太古のディスクブレーキ。むせ返る昭和集だけど、いつのよ。1971年だって。ジュニアスポーツ車、いわゆるスーパーカー自転車のリアブレーキ用らしい。装飾的な意味合いが強いらしく、構造的に取り付けが難しいフロントには普通のキャリパーブレーキが使われることが多かったらしい。これはメカニカルディスクだけど、すぐに油圧ディスクも登場したらしいよ。ここら辺はコメントで教えてくれた人がいました。あなた前の動画で、最初のディスクブレーキは1997年って言ってなかった？最初のマウンテンバイク用って言ったからセーフだよ。ここら辺の自転車は実用性とか性能を重視せず、ロマン全振りで新機構を投入してたみたいだから、単純な初投入のタイミングを見ると、いろんな技術がここら辺になっちゃうんだよね。困った困った。でもここら辺の自転車、実際面白いからさ、権利的に使える画像が少ないので、あまり紹介できないけど、概要欄に参考記事を貼っておくから後で見てみてね。次も同じ人が教えてくれたんだけどさ、太古の V ブレーキです。オートバイじゃねえか。1966年のホンダのワークスレーサー RC116 だってさ。50cc だけど最高速は175キロに達して、当時のマントー TT で優勝したんだってさ。で、これのフロント周りをよく見てみると、リムブレーキなんだよね。ネット上にはストリップ状態でブレーキ周りを鮮明に写した写真もあるけど、転載できないからさ、英語だけど概要欄のリンクから各自確認してね。まんま V ブレーキだった。マウンテンバイクの V ブレーキがこれを参考にしたかは全く分かりませんでした。次はブレーキに見えないかもしれないブレーキ、コースターブレーキです。これはピストが流行った時に、ピストの外観を損ねない後輪ブレーキとして注目されたから知ってる人多そうだね。後輪のハブの中にブレーキ機構が格納されていて、ペダルの逆転方向に力をかけるとブレーキがかかる。これ、調べたらめちゃくちゃ古くて1890年代に作られたらしい。構造は古い割には複雑。
基本的にはスプロケの回転方向によって左右に動くクラッチとそれと噛み合う部品で構成される。この絵の場合はスプロケが進行方向に回るとスプロケの根元のネジによって内部のクラッチが右に動いてハブのケースと合体する。この状態なら普通に焦げる。足を止めるとクラッチが少し戻ってハブとスプロケが切り離される。つまり足を止めて空走できる。そこからペダルを逆方向に回そうとするとクラッチが左に動いて格納されたブレーキシューをハブの内面に押し当ててブレーキがかかる。この通りブレーキ機能に着目されがちだけどフリー機能を併せ持った機構だね。フリーって普通の自転車で足を止めた時にカチカチ言って空走するやつね。実際の内部機構は製品によって異なるから最初のコースターブレーキがどういう構造だったかはよくわからないけどまあまあ複雑だから100年以上前に作ったのはすごいよね。後輪だけで完結するからワイヤーとかがいらないとか手を使わずにブレーキできるとか雨の影響を受けないとかいろいろ機能的な利点もあるけど放熱性が悪くて長時間のブレーキができないとかペダルの位置を調整しにくいとか弱点もある。日本じゃピストの改造パーツくらいのイメージしかないけどアメリカやヨーロッパじゃ子供用自転車や街乗りの自転車に需要があるらしい。チェーンに逆向きの力をかけなきゃいけないからチェーンテンショナーが必要な外装変速機とは共存できないけど内装変速機とは共存できるからそういう製品も売ってる。次はリンクを増やしすぎたブレーキたち。これは前回の動画でもちらっと出たカンパニョーロのエアロなブレーキ。内部はこんな感じになってる。パンタグラフ状のリンクを上下に絞って左右のアームを動かしてる。個人的な見解としてはリンクって増やすとろくなことにならないことが多くてこれも効きが悪いとか引きが重いとかいろいろ苦労して何度か仕様変更してるみたい。右の写真と左の分解図でも内部のリンク構造が違うね。お次はブリヂストンのスマートコントロールブレーキってやつで子供の背自転車とかで使われている。ごっつカバーの中はパンタグラフでデルタブレーキを安くしたみたいな構造してる。これもネット上の評判はおおむね悪くて手直しを繰り返しているらしい。なぜ人は過ちを繰り返すのか。その次はこれらと一緒に紹介するのはかわいそうなんだけどシマノの高級 V ブレーキパラレルリンク V ブレーキ。リンク機構が手を水平に保つから効きが安定してパッドも長持ちする。結構部品を増やした割にメリットが地味すぎる気がするんだけどやっぱり最初の方はリンクの合成不足とかで微妙な扱いだったらしい。最終的な評価はガチの人に頼みます。類似のコンセプトの品にアビットのアーチライバルという V ブレーキもあります。次で最後なんだけど地味です。デュアルピボットに対抗するシングルピボットキャリパーブレーキです。デュアルピボットの一般開口シングルピボットは基本的に安物ポジションなんだけどたまにコスト以外の目的でシングルピボットを採用しているモデルがあります。今映しているのはスラムのエアロリンクブレーキ。さっき出てきたスラムの油圧リムと同期だね。シングルピボットだけどこの黒い部分は回転で後ろのワイヤームに接続されている。損で詳細な分解図がないから半分想像だけど紫で示した小さなリンクで C アームと接続されている。このリンクを介して C アームに力が加わるんだけどアームが閉じるに従って C アームと黒いアームの角度が変化する。結果として閉じるに従い力が増幅されていきシングルピボットの弱点の制動力の弱さをカバーする。伝統的なシングルピボットよりは複雑だけど比較的重量物であるピボットは一つで済んでるからデュアルピボットよりはだいぶ軽い。スラム曰く空気抵抗も小さい。 YouTube を検索するとセンター出しに苦労している動画を散見できる。同じくレバー比が変化するシングルピボットブレーキでフォーリアーズの BR-DX001 これはリンクが露出しているから分かりやすいけどアームが閉じるに従って C アーム先端の小アームの角度が変化する。これは複数のブランドで OEM 販売されているから日本ではそっちの方が入手性が良い。これら OEM の商品説明は軽さアピールだけでメカニズムのアピールがないから悲しいです。厄介オタクだな。ちなみにこの手のレバー比の変化ギミックは手元のレバーで行うことも多くシマノではサードウェーブアクションと呼んでいるね。これは油圧用のレバーだけど
レバーを押し込むに従って作用点出し点に近づいて力が増幅される。この手のギミックは合理的だけどブレーキで好まれるリニアな感覚と相反する部分があるから賛否が分かれるところだね。はい、今回はここまで。この動画を気に入ってくれた人は他の動画もぜひ見てね。チャンネル登録もしてもらえると嬉しいです。また見てね。バイバイ。バイバイ。